魅力的なレンズだが、様子見が賢い選択。こんにちは、春日部つむぎです。今日はレンズだよ。割とガチめのレンズ話でフィギュアユーザーは置いてけぼりかもだけど、なるべくわかりやすいようにするね。多分ちゃんとフィギュア撮りにも使えるかやるから、気になる人は見ていって。2025年9月25日にシグマから発売された新レンズ、シグマ 2200mm F3.5/6.3DG コンテンポラリー高倍率ズームレンズが 20mm を引っ提げてやってきましたね。さらに面白かったのが発表。9月9日17時4分にタムロンが高倍率ズームレンズのバージョンアップ版開発中ですと発表。そしたらシグマが9月9日の17時10分に高倍率ズームレンズ発売しますってぶつけてきたもんで、おいおいバチバチじゃねえかってメガネ食い入ってしちゃったね。で、ちょうど高倍率ズームレンズを買おうと思ってた矢先にこんな激アツ発表されちゃったもんだから、ヨドバシ秋葉で試したわけですよ。まあその結果、買いました。というわけで、今日はこのレンズを使って、フィギュア撮影ではどうか、野外撮影はどうかなど個人的な感想を喋っていくよ。結構長くなるんで、ざっとこんな感じで動画を作ってるから、好きなところから見ていってね。今回比較に使うレンズはこちら。各メーカーの競合揃いだけど、シグマはどこまでやれるのか。それではやっていきましょう。基本的なスペックは公式サイトを見た方が早いし、ごちゃごちゃ読み上げても時間の無駄なので、今回購入したレンズは一番上のやつだね。正直なところ、比較表は出したものの同一条件のものがないから参考程度って感じだね。広角のシグマ、望遠のソニー、バランスのタムロン。一番下のレンズは開発発表されたばかりのレンズで詳細は分かってないよ。それにしても、この高倍率ズームレンズって結構需要ありそうなのに、ソニーは後継機を出してなくてタムロン1強状態だったんだね。余談だけど、ニコン、キャノンもしばらく出していなくて今後どうなるか気になるね。というわけで、基本スペックはこれくらいで、カタログの数字だけでごちゃごちゃ語っても意味ないし、武器や防具は装備しないと意味ないって教わったでしょ。さて、フィギュア撮影では主にどれくらい細かく写っているかを詳細に見ていこう。まずは 20mm。正直、フィギュア撮影ではまず使うことはないけど、展示会のでっかいフィギュアを撮るときなんかでは使うから気になるポイントだね。シグマの方が若干黄色いけど、これはシグマレンズ共通かもしれないよ。別のシグマレンズも黄色によるんだよね。色味以外の違いはパッと見た感じでは分かりにくいから、次は交互に見せていくね。交互に見るとわかるけど、シグマの方はかなり膨らんでいるね。取って出しの JPEG でこれだけ膨らんでるのはちょっと意外というか、これは処理してあげた方が良さそうだね。あとは端に行くほどかなり暗くなる。これは事前に分かっていたことだけど、比較してみると顕著だね。この辺りはさすがソニー純正レンズの圧勝って感じかな。等倍の写りはどれくらいかというと、中心部分の写りは遜色ない感じかな。中心部分はかなりの解像度だから、中心を活用しつつ周囲の暗さは構図でカバーするか、うまく活用してビネット風に仕立てるか、そもそも無視する強行手段か、この辺りは撮影者のスキルが問われそうだね。次は 70mm。こちらもほとんど差がわからないね。交互に見比べてみよう。70mm まで来ると膨らみはかなりマイルドになって、この辺りになってくるともう判別付けがないレベルになってきてるね。フィギュア撮影に使うのであれば、このくらいからの焦点距離を使っていけば実物に近い感じで撮れそうだね。次は等倍で見てみよう。やはりソニー純正の方がくっきりとした印象だけど、シグマもかなり前線。というか、等倍ですらこの程度の差なんで、現代の出力媒体では差を体感できないレベルかもしれないね。このレベルまで拡大して表示するとオートフォーカスでピントが正しく合っているかどうかが重要になりそうだね。最後は 200mm。
全体はもう差がわからないレベルなんだけど、同じ設定で撮ったのにソニーは少し暗くなってるんだよね。レンズのサイズが違うから同時画角で撮ろうとすると少し位置変えないといけなくて、そのせいかもね。そして等倍、やはりソニーの方が圧倒的にくっきりしているね。まあでもさっきも言った通り、どこまで実感できるかは怪しいけど、100% 完璧な描写を望むならやっぱり高いレンズが必要だね。今度はストロボなどを使用していつも撮影している環境で撮ってみたやつだよ。ファンティアに上げている写真と同じ環境だね。フィギュア撮影は環境は整えられるし、光量の確保も簡単だから、これでもいいんじゃないって思っちゃったね。望遠域のハーフマクロがないから、接写は難しいけど、28mm から 85mm まではこの辺りを使うという手段もあるね。これが 85mm、ギリギリまで接近して撮影したはず。一応ズームメモリが 85mm で区切られているけど、かなりシビアでズームリングを微調整する必要があるから、85mm のちょっと手前に合わせるのが現実的だね。今度は 28mm で限界まで近づいたよ。ほぼレンズに接触するところまで近づけるんだけど、当然レンズの影に隠れるからこんな感じになっちゃうね。広角特有の歪みもあるし、ちょっと使い方を考えないとダメだね。マクロ撮影で使うより煽り構図で撮るのに使おうね。といった感じでフィギュア撮影編でした。次は野外撮影編だね。今度は打って変わって緑だね。フィギュアオタクやらせてもらってますが、割と外でも撮る機会があるものでして、野外は環境を整えにくいし、レンズ内種ブレ補正がないことがどれくらいか見ていこうか。おい今歯磨き粉の草育ててんのかよって言ったやつ全員茶番はこれくらいにして、それじゃあ野外撮影に出かけよう。というわけで今日は天気も悪いしなんとなくいつも通り秋葉原へ。ちなみにこの動画も 20mm、200mm で撮ってるんだけど、レンズ内手ブレ補正が搭載されておらず、ボディ内手ブレ補正に依存するから特に何かの機能を評価するものじゃないよ。とりあえず動画はこんな感じってのだけを出したかったくらいかな。せっかくの外撮影だし移動シーンもあった方がいいかなって。この動画を撮りたいためにグリーン車に乗りました。がっつり車内改札の車掌さんに見られたけど、まあいいよね。まずは動くものをどれだけオートフォーカスが追従するかの実験。と言っても静止画なので伝わらないよね。普段はバイクのレースとか撮ってるから、このくらいのシャッタースピードと被写体の速度なら余裕だね。オートフォーカスの具合もいつも使ってるシグマの 150mm、600mm と同じかなって。柵が都合よく手前にあったけど、オートフォーカスが持っていかれることもなかったから、本体性能を十分発揮できているんじゃないかな。JPEG で出したものだけど、望遠域なら歪みも目立たないね。これはフィギュア撮影でも分かっていたけどかなり優秀かな。こちらも壁の溝がまっすぐだね。見上げて撮るような形だけど、特に変な釣りはしてないね。鳥ポリス。場所は変わって東京フィギュアの展示スペース。東京フィギュアの展示スペースはガラスがないよ。展示照明だけど十分いい写りだね。ちょっと ISO を上げてみたよ。研修でノイズ除去とか縮小して X で使いやすいようにしてるけど、十分通用する写りだね。この日は天気が微妙で、もうちょっと晴れてくれれば逆光体勢とかも見れたんだけど、明暗差のある右上の柵にかなりパープルフリンジが出ているから、やはり広角は修正が必要だね。まあこれくらいなら捨てるって手段もありかもしれないけど、何といっても
このレンズの強みは広角、望遠を1本で済ませるところだからね。この2枚を一歩も動かずに撮れるわけですから、多少フリンジが出ようが撮れる便利さには変えられないよ。今度は網網の展示だね。網網展示はあまり明るくないのとガラスがあるからちょっと条件は厳しいよ。やっぱり ISO がかなり上がってしまう問題は顕著だね。今回は何も考えず E モードで撮ったから、シャッタースピードを下げて気合で手ブレを抑えるならもう少しで下げられるね。さすがに網網の点灯でストロボを使うわけにはいかないのでそのままだけど、外部照明があるといいかもしれないね。まあ一個人の点灯撮影でそこまで気合い入れる必要があるのかはわからないけど、暗めな室内では照明があるともっと綺麗に撮れるね。正直これでも十分映ってる方だと思うしね。今度は打って変わってテーブルフォト、お気に入りのフライングスコッツマンでホットケーキ。ハロウィンが近いということもあってハロウィン仕様のホットケーキにしました。こういったお店では動くことができないからズームレンズで画角を調整できるのはいいね。かぼちゃのクリームとラズベリーソースの甘酸っぱさがアクセントになっててすごく美味しい。パンプキンラテもかぼちゃ感あって美味しい。最後は銀座。少しシャッタースピードを落として線が出るようにしたよ。工房はかなりトゲトゲしてるね。周囲の丸さは少し目立つけど全体的な質感は結構いいんじゃないかな。ちなみになんで銀座かというと、ソニーストアで新しいレンズを試したかったんだけど結局試せずじまいだったんだけど、ソニーストアで誕生月に粗品がもらえるってことでそれだけもらってきたよ。今年はカトラリーでした。さてここまで性能面をメインに話してきたけど、じゃあこのレンズを今すぐ買うべきかどうか。個人的には魅力的なレンズでぜひおすすめしたいが、今は待つのが賢い選択。これはこのレンズに何か問題があるかというより、タムロンの新レンズ詳細が未知数だってこと。そもそもアーシがこのレンズに惹かれた一番の理由は 20mm 始まりってことなんだけど、アーシはいつも20、70mm のレンズを使っているから今まで通りの画角感で使える万能ズームレンズってことで飛びついたんだよね。ただ 20mm を必要としない人からすればタムロンの 25mm 始まりからでも全然いいし、何より望遠域で F5.6 と一段明るい性能になっているから望遠域ではタムロンが優勢なんだよね。ちなみに広角域でも F2.8 始まりと優勢なんだけど、おそらく数ミリしか有効じゃないと思うからここは評価対象にするにはちょっと厳しいかもね。明るいことには間違いないし、各ズーム域の可変 F 値は全部1段階明るいと思うから、なので 20mm を必須としていなければタムロン新レンズの発表を待って比較していいと思う。タムロンの発表とくしくも重なってしまったシグマ。インパクト的にシグマの方が話題になってる感じがあるけど、タムロンの開発発表がなければもっと飛びついていた人も多かったんじゃないかな。これは両者どちらも発表のタイミングが最悪だったって気がするね。でもユーザー的には選択肢が増えて嬉しい。そしてもう一つ今買うべきではないと思う理由に、ソニーが新型を出すのではないかと勝手に思ってる。一応高倍率ズームレンズの噂は何度か上がっては消えてるんだけど、さすがに10年経ってるからね。そしてこの前 90mm マクロレンズの次世代モデルとして 100mm マクロレンズの発売発表がされたんだよね。この 90mm マクロも2015年から発売が途絶えていた上に、タムロンから廉価で高性能な 90mm マクロが去年発売されたこともあって、ソニーは開発しないと思ってたんだよね。そしたらなんと G レンズから GM レンズにランクアップしての発売。古いレンズでも他社の強力レンズがいても出す可能性は全然あるってことなんだよね。確かに値段を抑えたサードパーティー製、高性能の純正みたいな住み分けは純正らしい判断って感じ。まあめちゃめちゃ高いけど、高倍率ズームレンズにそこまで高性能が求められているかはさておき、新しいマクロレンズの話も相まって結構現実的じゃないかなって。そんなわけで今すぐ新しい高倍率ズームレンズが必要ならシグマのレンズを買っていいけど、タムロンの発表を待てるぐらいな感覚の人はそれを待ってから、すでに高倍率ズームレンズを持っていてまだ買えなくてもいいかなって人はもっと待ってソニーの開発動向を伺ってもいいんじゃないかな。でもソニーの高倍率ズームはアシの勝手な予想で、
噂はあるものの具体的な話がないのが現状なんで鵜呑みにしないでね。あるとすればカメラの大きなイベント CP プラスが2026年2月末にあるからそこかもね。まあでも 20mm って面白い画角だからシグマいいっすよっておすすめはするよ。最後に使用した感想だね。個人的には最高のレンズ。もともと 20mm、70mm と 70mm、200mm の2本のレンズを持ち歩いていたんだけど、それが1本で済んでしまうのはとても楽。2本ともかなり軽量化が図られたレンズだけど、それでも2本で 1.3kg、対してこちらは 550g。 徒歩での負担軽減にもなるし、何より足はバイクでの移動が多いからリュックサックに入れて背負ってると累積ダメージが多くてね。累積ダメージが嫌で1本だけ持っていく判断とか結構あったんだよ。これからはそういった悩みが解消されてより自由な撮影ができるって考えると楽しみが増えるね。それに何を撮るか決まっていない旅行や散歩なんかはこれで楽になるね。確かに周囲の画質は若干悪いけど、このレンズは100点の撮影をするためじゃなくて撮る機会を増やすレンズだと思ってるから、ありきって撮影しちゃえばいいと思うよ。 20mm から撮れるんだぞ。で、どんな高く素晴らしいレンズを持ってても画角が合わなければ話にならないからね。 20mm から必要って悩む人も多いと思うけど、正直なところ 20mm で撮影することはあまりないし、かなり癖のある画角で難しい。でも間違いなく 20mm でしか撮れないタイミングは存在するから、転ばぬ先の杖ってやつだね。それに 20mm と 24mm ではかなり広角具合が変わるから、新しい構図、新しい撮り方なんかが増えてすごく楽しいんだよね。これは 20mm、70mm を買った時からずっと思ってたよ。大丈夫、20mm は怖くない。ただこのレンズはあまりにも万能すぎて初心者が買っちゃうとレンズ交換式カメラの意味がなくなるんじゃないかなって。これ1本でいいじゃんって、いろいろなレンズを試した上でこのレンズに着地してほしいって気持ちはあるね。でもこれは買って間違えないと個人的には思ってるよ。なんなら 20mm、70mm の出番がなくなりそうなんで売っちゃおうかなって思ってるくらい。本当にいいレンズなんで、まずは店頭で触ってみるといいかなと。大絶賛なレンズなんだけど、やっぱり悪いところもあるよ。画質以外でね。まず1つ目がズームリングの最初が硬め。全体的に硬いんだけど出だしが特に硬くて意識的に回す行為をしなきゃならない感じ。その後は少し柔らかくなっていきすぎちゃう。広角域の調整はシビアなのにこれは減点かなって。で、これだけ硬いのにズームロックがついているんだけどフォーカスロックに変えてほしかった。逆さにしてもずり落ちるようなこともないし、フォーカスロックの方が有用性高かったのになって。次に悪いというよりもついていてればいいなって思ったのがファンクションボタン。ファンクションボタンにメニューを割り当ててるんだけど、カメラ本体操作だと構えてる最中に変えづらくてレンズ側にあるとすごく使いやすくなるんだよね。これは予算の都合とかもあるから難しかったのかもしれないし、じゃあファンクションボタンつける代わりに1万円高くなるっていうならいらないですっていう。使ってない人もいるだろうしね。そして最後、一番悪いポイント、ズームリングの回転方向。合わせてくれ。ソニー、タムロンだ時計回りの方向なのに対してシグマは半時計回り。撮影中何回も逆だわってなった。シグマのレンズは 150mm、600mm を持ってるんだけど、これちょっと特殊でズームリングを回すことよりレンズ自体を手動で伸ばす方が簡単だから回すことあんまりなかったんだよ。なのでズームリングを回すタイプはこれは実質初めてなんだけど本当に混乱する。ズームレンズの方向の動画はこんな感じ。
といった感じでシグマが逆方向なのが本当に混乱するんだよね。推測だけどライカも半時計回りだし、ライカと同じマウントをベースに開発してると思うから何だと思うんだけど、市場に合わせてくれ。慣れれば大丈夫なんだと思うけど、慣れるまでは結構しんどいし、慣れてもふとした瞬間に逆に回しそう。本当にこれはどうにかしてほしいなって思うよ。まあ店頭展示で触った時から分かっていたし、覚悟して買っているからいいんだけどね。まとめるとこんな感じ。悪い点はありつつも、それを上回る圧倒的利便性ってところ。ズームレンズ界隈を変える可能性のあるゲームチェンジャーみたいなレンズだね。そういえばこういった万能ズームレンズを持ってると、自称カメラ強いマンがマウントしてくることがあるけど、そういった人は値段でしかマウント取れない悲しき生き物なのでご退場願いましょう。相手にするだけ無駄です。お金をかけた方が偉いみたいな謎の文化が生んだ悲しきモンスターなので、写真じゃなくて機材でしか喋れなくなっちゃった人たちなんだよ。みんなはそんなことならないようにね。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次も気が向いたら動画作ろうと思うので、よかったら見に来てください。でも普段はフィギュアばっかりで機材系は稀だから注意してね。あ、よかったら高評価やチャンネル登録とかしてくれると嬉しいかな。それじゃあ機会があればまた別の動画で会おうね。